おはようございます。大西です。おはようございます。西田です。さあ西田さん、今日は今日は芝エリアでティップランですね。そうですね。アオリイカね。はい。ちょっとね、本来なら時期的に今ベストシーズンなんですけどね、ちょっと今年は遅い感じで、まだシャローイカがいる感じですけど、はい、まあティップランにこだわってちょっと今日はやっていきたいと思います。まあ数もあれですけど、ちょっとね時期的にもうちょっと大きめのサイズ狙っていきたいと思いますね。はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ三重県志摩市まで今和護湾の湾口ですね。まだシーズン最初なんでちょっと浅いめ15から20ぐらいまでをちょっと今攻めてます。はい。季節的にはねちょうどいいぐらいなんですけどね、本当は魚やちょっと今年はねなんか遅いんですよ。去年とかだったらもうキロぐらいの釣ってるんですけどね、シーズン進むにつれてだんだんヒットレンジも深くなってくるんで、うちとこやったらどうやろうマックスで70メーターぐらいまで行く時あるかな。もうそういう時にやっぱりこういうラインの直進性とか伸びがないっていうのはすごく武器になりますね。音取れました？ほら、お、来た。あ、なんか俺いや、いらん。普通やったらこれで連鎖があってくれたらいいんですけど、連鎖がないですもんね。うわ最悪さっきもぞもぞとしたあたりで3回ぐらいですかね。水深が浅いんでね3回ぐらいしゃくて、そうですね。ティップランはやっぱり穂先を見ることですよね。たまに手に伝わる当たりがっていうお客さんも見えるんですけど、それってもう完全に抱いて引っ張ってるイカなんで、それ以外の当たりって多分取り逃してるんですよね。なんでやっぱりティップランはしっかり穂先を見て集中ですよね。特に誘い終わった後はしっかり穂先を見てほしいですね。だから私ら初めて行く人とかにおすすめするのは水深プラス10から20ぐらいやったらなんとかそこ取れるんじゃない。基本的にはそこ分かるウェイトを使っていただくっていうのが基本なので、だから最初は慣れてない方にはちょっと重ためを使ってもらってますね。でもちろんそこが分かるって言ってもエゲがはるかに向こうに行ってるんじゃ意味がないので、ライン角度を気にしながら釣りをしてくださいねっていうふうには言うようにしてますね。ティップランで大切なのはやっぱりもう必ずそこを取るっていうことですね。そこを取ってっていうのが、もちろんそこを取らなくて釣れることもあるんですけど、今度じゃあ棚ぼけっていうかね、一体どこで釣れたっていうのが分からなくなると思うので、慣れてない方は必ずそこを取っていただくと結構大切です。でラインをパラパラって出すよりは、ちょっと指で押さえながらラインの出を調整してできるだけラインがたるまないっていうのがね結構重要ですね。でしゃくった後はピタッと止めると。で穂先を必ず見てくださいね。結構私もいろんなフライに乗るんですけど、結構よそ見されてる方多いんですけど、やっぱりしゃくった後は必ず穂先を見ると。じゃないと当たり分かんないです。で例えば待つ時間は活性の高いイカの時は基本的にエギが落ちていってる時にもそれについていってるので、誘ってすぐ出ることが多いです。活性の高いイカがいる場合は。それでどれぐらい待ったらいいですかっていうのはあるんですけど、10秒ぐらい待てば、真冬になったらまだ違いますけど、結構ロングステイって言ったらエギは移動してるんですけど、それでもかかってくる時はあるんでね、1分とかそんなんはあれですけど、10秒ぐらいでいいと思います。でこの後必ず特に丘からティップラン入られた方で多いのが、しゃくりどんどん上にしゃくり上げていくっていう釣りをされる方いるんですけど、
それでも釣れる時はあるんですけど、後半水温が下がって深いところでやってこの上まで追ってこないので、基本は誘った後は必ずまたそこを取るっていうのを心がけてほしいと思います。来ましたね。今キューって持っていきましたよ。それでドラグとかはね、最初緩めでいいと思います。であとファイトの仕方なんですけど、巻くだけでいいです。キロとかなってきたら多少ね竿をポンピングしますけど、気が小さい間はハンドル巻くだけでいいです。カンナには返し、普通の釣り針みたいに返しがついてないので、ラインが緩むとバレる可能性あるんでね、巻くだけでいいです。常にテンションを一定にかけて巻くだけでいいです。慣れてない方は、網ですくってもらったらいいですし、慣れてたら抜き上げてもいいですけど、抜き上げる時も一気にパンって抜くんじゃなくて、ゆっくり抜き上げてくださいね。こうパンってした当たりじゃなくて、ゆっくりこう抱いて持っていった感じの当たりでしたね。でこれ触腕係じゃなくて、後ろ側にロードの近くの方にかかってるんですけど、こういうかかり方の場合は、しっかり抱いてきてくれてると判断していいと思います。で触腕係の場合はやっぱり何かリズムが合ってないのか色が合ってないのか、こうちょっと警戒してるんで触腕でパンって触ってそれがかかるっていうような感じなので、しっかりかかってたら大丈夫と思います。で誘う回数とかは、水深とか船の流れによっても変わってくるんでね、だいたい数回程度、多い時だと水深40メーターとか50メーターになってくると、10回ぐらい誘うこともあるんですけど、だいたい数回程度を目安にしてもらったらいいと思いますね。イカの活性によっては本当に経験しているのは、3回以上誘い上げると当たり出ないっていう時もあったので、それは仮に動線してて釣られてる人が例えば何回誘ってるとか、そういうのもね、あくまでも参考で、皆さん使ってる道具とか体つきも違うので、エギが上に上がっていく距離も違うんですけどね、思ったよりいっぱい誘ってるなとか、なんか少ないなとかね、参考にしてもらってね、ちょっと真似てみるっていうのもいいと思います。で回収してくださいと船長からアナウンス上がった時、回収する時は竿先を下に海面に近づけない、意識して水平よりちょっと上にして回収していただくと、お友達と話してても巻き込むっていうことはないと思います。下に向けてね話し込んでると結構ね巻き込んで穂先おられてる方いらっしゃるので、やっぱりねティップなんて穂先が大切なので、たとえ1センチでも穂先が折れると全然当たり分からなくなります。で穂先折れてね釣りするってなると、皆さんされてるのが次のガイドのところまでこう竿先をこうちょっとね折ってこう釣りをされる方いらっしゃるんですけど、当たりの出方全然違うので、もう穂先折らないように注意してくださいね。で回収しました。で回収した時はカンナにゴミとかついてたら必ず取ってくださいね。たとえ小さなゴミでも。で手で取れるんだったら手でもいいですし、例えば歯ブラシみたいなんでシュシュって取ってもらってもいいですけど、ゴミがついてるとエギのアクションも変わりますけど、ほぼね当たり出ないです。でパッてこう回収してゴミついてるのにそのまま落とされる方も中にいらっしゃるんですけど、必ず取ってください。結構ね重要です。もうゴミついてたらねほぼ当たんないと思ってくださいね。で活性の高いねシーズンとか、シーズン初期とかはイカの活性が高いので、ちょっとこう違うことをしても意外とね当たり出てくれるんですけど、だんだんイカも賢くなってくるので、シーズン後半になってくるとちょっとしたことでね当たり出なくなるので、一個一個の動作をね大切にしてほしいと思います。来ましたよ。でもかかりがちょっとあれちょっとひょっとしたら触腕係かも。ファイトの時は無理やりしないでくださいね。ハンドル巻くだけでいいです。それで特に触腕係の時はあんまり強引にやると切れる時もあるんでね、今の時期だったらもうある程度大きくなってるのでそれはないと思うんですけど、ゲソカットっていうのはね、今年は小さいでな。小さいですか。いいサイズや。ちょっと横抱きっぽいですね。思ってるサイズ良かったですね。これも綺麗に当たりは出てくれたんですけどね。これでどれぐらい？400か500、400ぐらいですか？でイカはね、墨を吐く生き物なので、服装は汚れてもいいように
でこれも今さっき釣った同じ色ですね。ピンクの赤テープですね。私は今日みたいに曇天で潮がちょっと澄んでる時はこういうピンクの赤テープとか使うこと多いです。カラーに関してはね、基本的にはもう好きな色でいいです。絶対この色が釣れるっていうのはないんでね。ただまあ私やったら例えば今日曇天なのでちょっと赤テープを多めにしようとか、それこそ晴天の日やったらちょっと太陽が雲で陰ったら色変えようとか、そういうのはまあ意識しながらね、それで釣れるわけじゃないんですけど、まあイカの反応を変えるためにねそうしてます。それで例えばアジキンから例えばこのピンク赤に変えて釣れたとします。でも他の色でも釣れとったかもしれないので、もう色は自分の中でローテーション、こういう時はこういうのを使おうとか、今日はこの色で釣ってみたいなとか、そういうのでいいと思います。決まった色はないです。ただまあ地域的にこの地域だったらこの色が強いとかね、この時期だったらこの色が強いとか多少あると思います。で傾向的には例えば普段から濁ってる海域はやっぱりちょっと派手めの色の方が傾向のチャートとかね、そういうのが入ってるのが当たり多いかなと思ったこともあるんでね、遊漁船さん乗られるんだったら事前にねどういうカラーで釣れてるっていうのは確認していただいた方がいいと思います。絶対釣れるっていうわけじゃないんですけど、この色で釣れてるって分かるとモチベーション的にもね釣れる気がして釣りができると思います。色はお好みで。今私が使用しているラインなんですけれども、私この糸自体は種子島、今年の春の種子島から使わせてもらってて、エギングマックスパワー PX9 っていうラインなんですけれども、使った感じはねやっぱり直進性もあって、あと低深度なんですよね。 P ライン初期深度が低いのですごく感度がいいように感じるんですけど、一般的な PE って 8% から 10%だから、それこそ 100m のラインを思いっきり伸ばすと 108m になるんですよね、最初切れる寸前っていうのは。でもこのエギングマックスパワー PX9 は 3% ほどなので、単純に言って低深度なので感度もいいんですよね。それでなんで感度というか低深度がいいっていうか、浅いところではメリット的なものを大きく感じることは正直ないんですけど、深いところ例えば 40m とか 50m とか行った時はやっぱりエギの着底とか、あと直進性がいいので張るのでエギを動かしやすいんですよね。で特にね、ライン海中の中でたるんでないように見えても結構たるんでるんですよ。もちろん最初の着底させる時とかだいぶたるんでるんですけど、やっぱりね船が速く流れててラインを海面に浮かべて底取りをできない時はパラパラこれで出していくんですけど、その底についた時のトンっていうんですかね、それが分かりやすくは種子島では感じました。で結構ねその底取りが分かるっていうのとっても重要なんですよ、ティップランでは。そこ分からんとずっとね流してたらもう根がかりしますしイカも釣れないしっていう感じになるので、その直進性と強度的なものもありますし、感度っていう、特に感度っていう面では低深度なので底取りが分かりやすくて、もちろんエギのアクションもしっかり出せるっていうので、私今は気に入って使わせてもらってます。であと視認性ね、白をメインに構成されてるんですけれども、白って意外と見やすいんですよね。で間途中でマーキングはパープルとピンクっぽいマーキングが入ってるんですけど、そのマーキングを海面に浮かべて底取りをするときはそのマーキングの動きを見ながら底取りができるので非常に分かりやすいラインですね。あと強度的にも一番最初使ったのはイカメタルの X9 使ったんですけど、その時東北で釣りしてる時におそらくね上がってきたの多分90センチぐらいのシーバスやったんですけど、サバヤマって強引にファイトしたんですけど全然どういうんですかね、切れるっていうか全然安心感を持ってファイトできたので、それで結構強いなっていうのがあったので、強度的にも非常に優れてると思いますしね、〇〇以上のラインだと私自身は感じてます。でリーダーはプレミアムのエギングリーダー使ってるんですけど、
リーダーフロールカーボンで表面硬度高くて今 2.55 使ってるんですけどね、それも気に入って組み合わせで X9 の方は 0.65 リーダーの方は、プレミアムエギングリーダーの 2.55 は今日使ってます。エギングマックスパワー PX9 使用させてもらって一番感じるのはやっぱり直進性ですよね。それと向かい風でするティップランなんで適度に張りがあって糸絡みがすごく軽減されてますね。視認性もすごくよくって近年ショートロッドが流行ってるティップランなんですけど、ショートロッドっていうことはやっぱりラインのたわみがあるとフッキングした時にそのラインのたわみ取るだけでフッキング決まらないんですけど、この X9 に関しては直進性があるので水中でのたわみが少ないなんでダイレクトにエギに力が伝わるんですごくフッキングもいいと思いますね。やっぱりその低振動すごく重要ですよね。ティップランまだ今の時期だと 20m、30m ぐらいまで行くかな。うちのお客さん割に深いところのティップランが好きなんでマックスでいうと 70m ぐらい行くんですよね。そうなってショートロッドでフッキングってやっぱりなかなか決まらないんですけど、こんだけ低振動になって直進性があるってことはやっぱりエギにすごくフッキングの力が伝わるんですごく有効だと思いますね。あ、だいぶ待ちました。よいしょ、アオリイカですね。いいところにかかってます。ちょっとねグーってこう持っていくまでちょっと待ったんですけどね。ちなみにこれ今 3.5 号を使ってて、もうこれからも 3.5 号目になってくると思うんですけどね。よかった。お、来た。来ましたよ。サイズは変わらないですけどね。でも当たりやったけどね。でもかかってるところを見るとちょっと活性低いのかなっていう気がしますね。ちょっとだけ当たりを出すためのテクニック、そして今は流れてるからあんまりしてないですけど、船が流れない時は疑似的にどうですか、竿を誘った後竿を水平移動させてエギをこう自分で引っ張るっていうやり方があるんですけどね。流れてる時は相手する必要はないですけど、どうしても船が流れてないとエギがこう下がり気味になるので、それをあえて防ぐために竿をこう錆びて疑似的に水平移動させて当たりの間を与えるっていうテクニックもあります。なかなか胴の馬とかはねやりにくいんですけど、それは別に横でも上でもいいんですけどね。そういうのも機会があれば、特に船が流れてないとか一回やってみてもらったらね、ひょっとしたら当たり出るかもしれないんで。私今友って言われるこう後ろにいてるのでやりやすいですけどね。こう同船者とのこう釣り竿の間とか短いとなかなかやりにくいんですけど、それでもちろんこう動かした瞬間に当たりが出たこともねあったりしたので、一つのテクニックとして覚えとってください。当たりが遠のいてる時って人ってやっぱり集中力落ちるので、船頭さんとかに聞くとやっぱり待つ時間がちょっと短くなってるとか、こう誘いのリズムが速くなってるとか遅くなってるとか、そういうのがこう自分では意識してないんですけどやっぱり出てるみたいです。だから私らも当たりがない時ほど基本に忠実に意識してするようにはしてますけどね。もちろん具体的に12345って心の中で数える時もありますし、大体こんなもんやろっていう感じで待つ時もあるんですけどね。自分のリズム作るんやったらこう口に出さんでも
数えるのもいいでしょうし、ひょっとしたら長く待ってたら当たり出るかもしれないですね。とにかく近くにエギの近くにイカがいるっていうイメージで釣りをしてもらった方がいいですね。当たりは出ないですけどイカはひょっとしたらエギを見てるかもしれないので。ティップランっていうのはその数を釣るための釣りじゃなくて、今まで分からなかった当たりをかけたら最終的に数が釣れてたっていうだけなので、ティップランをすればたくさん釣れるっていうわけじゃないですよね。もちろん釣れない時もありますし、私も、1日頑張ったけどイカをあげれなかったっていう日もあります、今までね。でもやっぱりリズムっていうんですかね、リズムが悪い日ってね、こうどういうんですか、イカをせっかく最後の最後でかけたのにバレてしまうとかね、なんかそういうのがあるんですよね。こう不思議なんですけど。来ましたよ。まあまあなサイズじゃないですか。いや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 。ね、竿で持ち上げやんとこうやってね、ゆっくりと糸持って持ち上げてもらった方が。ほら来ましたよ。ダブルヒット。よう似たサイズだよね。よいしょ。おお、怖っ。怖い怖い。なんかピロピロしそうで怖い。今さっきね、西田さんが先にかけられて、私にも続いてきてくれました。ね、まあそうね。さっきもあったんですけどね、僕ちょっと食暗記だったんであれですけど、なんか今日は活性いいですね。曇天なんでいい感じですね。で誰か一人かけた時はイカ何倍かいっぱいってことはないと思うんで、連鎖する可能性あるんで集中してやってくださいね。そしたら当たり出るかもしれないです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ撮影しながらなんで数出ないかと思ったけど、2人でぼちぼち釣れましたね。でね、それなりに楽しめて、しっかりねかけて、ちょっとかけられなかったやつもいてましたけど、楽しかったと思いますね。時期的にもうちょっと釣れてもいいかなって感じだけど、撮影しながらなんでね。そうですね、どうしても息がね、上がっちゃうんで仕方ないとこやけど、その割には釣れたと思います。そうね。これからはサイズもねどんどん大きくなっていって、キロアップもすぐ釣れ出すと思うんでね。そうですね。もう11月の声聞くまでには釣れてくると思うんでね。ティップランの醍醐味はやっぱりお先に出るあたりをかけることなので、それを楽しんでいただけたらなと思います。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。